今回はこちら長野県国道158号線、ハイダオとかじゃないんですけども、ちょいネタになりますけども、長和戸ダムってあるんですよね。で、国道なんですけど、ダムの本体の上を国道を走るっちゅう変態トンネル、変態国道でございます。よろしくお願いします。待ってくださいね。ほんと狭いんですよこれ。大型車、これ僕はまだ普通車だからね、大型車対普通車なら僕避けれますけど、これ大型車対大型車は相当気を張ると思うんですよね。そしてなんですけど、この長和戸ダムもなかなかネタ豊富なとこなんで、今回以降がね、これまた長和戸ダムのシリーズが始まりますけども、これは序章ということでやっていきましょう。まずここ急カーブですね。でこの出ましたで、ここですよ。これなんじゃーと思ったら、これダムの上なんですよこれ。でこれね、今お昼だからあれですけど、夜中になるとね、このダムのこの横に全部蛍光灯ついてるんですよね。これがめちゃめちゃ綺麗なんですよね。今残念ながら夜じゃないんで見れませんけども、でこのまま抜けますね。でこのダムの上通っていくのもすごいんじゃけど、入山隧道かな、ここも狭いんだね。で今日はこれ短編でやりますけど、これ今こう右二股のトンネルになっております。そしてここのカーブがすごい急カーブなんですね。ちょっとここ注意です。ここはあらすじ、今回は今後のあらすじということでやっていきます。ここほら急なカーブでも、ここまだでもね線形改良されてるのかな、だからまだ良くなったんですけどね。上にこれはバイパスができます。で一旦ここ U ターンしますね、どっかでね。トラック来訪、もう幅いっぱいいっぱい使って回ってますね。これトレーラーやともっと大変じゃないですかね、これって本当。それでこの入山隧道、今の直角もすごいんですけども、今後やるネタとして、これ本当攻めえな。ここにハイトンネルあるんですよ。これこれを見えます？この先がどうなってるかってのを見たいってのもやります。変額ないね。でこの先行くと二股のトンネルがありますということですね。ゆっくりとね、これトラックが来ること考えたらあれだよね、ちゃんとよく見て入っていった方がいいですね。そしてこのトンネルまた今後やりますけども、こういうですよ、これ二股ですよ。二股がありまして、今回今右左曲がりますけども、これはまた詳しくやります。では本題に戻りましてですけども、こちらのダムですよね、長和戸ダム。この国道、ここ見てくださいね、この巨大なダムのここダム本体ですよ、ここね。全国見回ってすれば、そらいろんなところにこのダムの本体上を道路走ってるとのはあるとは思うんですけども、ただこれ国道なんですよね。これね、今電気1個しかついてないけど、あれこれあんまついてないのかな、これもうつけてないのかね。せっかくなんで横断してみましょう。おー、すごいな。ここも高っ。うわ、この下をなんかこの階段すごくね。これ階段っつうの、この作業通路歩いてみてえけど、めっちゃ怖いやろなこれ。
まあこの巨大なダムの上こんな風に走ってるって不思議な感覚なんですよね。なんかね、こんなとこですよ。こんなとこでこんな風に車が走ってるなんてね。ちょっと見させてもらおう。ではそういうことで今回長和戸ダムのこのダム本体の上に道があるとかそういった道のネタと今後何をやっていくかっていうお話でした。で今からやるのは二俣トンネルやります。またチャンネル登録と通知のベルマークをしておいてください。ということで今日はこれまででございます。では疲れたんで帰ります。バイバイ。で余談なんですけども、僕の友達がね、当時付き合ってた子と別れてたんかな。それでその子とのお互いに2人で買った指輪かな、それを持ってたんですけど、思い断ち切るために何かしらここでね、うりゃーってこう指輪を投げたんですよだから今でこの湖面の中にどっかに指輪ありますんで、誰か探してください。いらねえよってか